どうも皆さん、森のりーなです。今日の動画はじゃじゃん、春服を大量購入したので紹介していきます。それでは始まります。スタート。今日紹介していくアイテムはスカートが3点、トップスが6点、ワンピースが1点、小物が1点、パンツが1点、シューズが1点となってます。爽やかと甘さを掛け合わせたそんなアイテムたちが多めです。綺麗めなんだけど快適そうな素材感たちであるので、お出かけの機会も多いこれからの季節にもぴったりなアイテムたちです。早速1着目はこちらです。ショルダーオープンパールニットトップス、カラーがラベンダー S サイズ、価格が1099円1099円見えなくないですか？これは片側だけがオープンになっているので、出してるんだけど品も保ててるっていうところが大人のかっこいい女性像っていうのも叶えてくれるのかなと思い買ってみました。生地は結構薄めなんですけど詰まっているので、透け感だったりインナーのラインが見えちゃうとはないです。しっかりした生地です。なぜかぴったりフィットしているのにあんまりムチっとしていないで、丈感で言うとこんな感じです。生地の薄さと丈感合わせてとてもインしやすいです。で、着心地で言うとこれニット素材なんですけど全くチクチク感なくて、なんだか柔らかくて着心地がいいです。柔らかい、薄いんですけどちょっとふわふわしてる、そんな生地なんです。で、デザインで言うとラウンドネックになっているんですけど、開きすぎないっていうところがとても品がいいなって思うのと、かといって締まりすぎないので首が短いストレート骨格の私でも詰まりすぎないっていうところがすごくいいです。片側形的には後ろの開き具合が短くてフロントが長めの開き具合になってます。クリアのビジューと小さいパール、大きいパール連結したものが施されている仕様になってます。ここ以外はベーシックです。見様によっては、ブルーの要素もあって、これがガーリーすぎず爽やかと甘さかけたアイテムだなと思いました。そしてこれに合わせてパールチュールフレアロングスカート、カラーがブラック M サイズ2599円。ちょっと歩くとひらひらふわふわしてます。すごい構造になっていて、上はチュールが1層になっているんですけど、その中のスカートが軽く起毛になってるんです。なので暖かいし透け感もないです。ウエスト部分が完全ゴムです。めちゃくちゃ着脱しやすいです。で、私ストレート骨格なのでヒラッとしたスカート絶対履けないんですよ。なんですけど、なぜかこれは骨盤が目立たない。私の勝手な個人的分析なんですけど、スカートが重たい、その着てる分には全然ストレスフリーなんですけど、生地自体に重みがあるのでストンと感が強めなんですね。それが骨盤周りも広がらない秘密になっているのかなと感じました。丈感は158センチの私でくるぶし超えるぐらいの丈になってます。厚底だったりを履かなくても大丈夫な丈でした。デザイン的にはチュールなので、これ先端がグラデーションっぽく見えるんですよ。引きで見た時に可愛いなと思いました。パールが360度全体的に散りばめられてるんですね。それがすっごく可愛いんですけど、歩いてる時に壁に当たったりするとずっと音がするんですよ。こういう音です。続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん。サムホール付きハイネックラメリブニットトップス、アイボリーのフリーサイズ1099円です。ベーシックなトップスなんですけど、いろいろとツボなポイントがあったので後ほど紹介するんですけど、まずは透け感から。透け感はですね、一見なさそうに見えるんですけど透け感はあります。わかります？ここちょっと肌色なので、サイズ感で言うとぴっちりめではあるんですけど、これもなぜか生地は薄いのにムチムチ感、肉肉しさはカバーできてます。私の目ではそう見えるんですけど、なんか着痩せして見えません？ネック部分のデザインだったりとか袖の長さでその腕を長く見せてくれたりとか、いろんな要因で上半身華奢見せしてくれてます。で、袖
の丈はかなり長めです。サムホールっていう商品名の通り親指に穴が開いています。柔軟性で言うとそんなにないですね。でこれラメなので着心地どうなのって疑問だと思うんですけど、言われてみればちょっとチクチク感はある気もするけど、着ててあんまりかゆいとかはないです。でデザインの話なんですけど、肩が綺麗。肩から二の腕にかけてのムジムジ感が本当にニット着ると嫌なんですけど、ニットが醸し出す雰囲気は本当に女性らしくて可愛いじゃないですか。なので自分の体格を無視してやっぱハイネックとかぴったりしたニット着たいんですね。これどうですか？めちゃくちゃ着痩せして見えません？一番のお気に入りポイントがネック部分なんですけど、カチンと切ったようなストレートな感じが首が短い人でもちょっと長く見せてくれるような仕様になってます。これだったらさ合いそうじゃないですか。あ、まだこっちの方が合うかも。パールストレートデニムパンツ、カラーがライトブルー XS サイズの2699円。ジーンズなのでもう透ける心配は全くないです。で生地的にも薄めなんですけど、後ろに大きなポケットとかもあるのでインナーのラインは浮きにくいです。ウエスト部分なんですけど XS でかなり小さめな作りになっています。最初締まらないかなと思ったんですけど、確か私この間測った時ウエストの一番細い部分が64ぐらいの私で一応締まりましたでもそんなに苦しくはないです。柔軟性がなくてかなりぴっちりめなので小さめの作りではあります。丈感なんですけど、嬉しいことに158センチの私でも引きずらない丈になってます。でデザインはこんな感じで全体的にパールが散りばめられてるんですよ。それもパールのサイズが大小で分かれているので、それがもうお星様のようなもう散りばめられてるキラキラっていう感じの付き方です。嬉しいことにパールが座る部分にはついてないんですよ。座る部分についてたら痛くて座れないじゃないですか。こうやって正座する時にもふくらはぎを痛めずに済みます。座った時にこの中央にもついていない。なので正座した時に太もも痛くならないです。ポケットがフロントに大きいのが2つと小さいのが1つ、後ろに2つ。続いてのアイテムはこちらです。スクエアネックスリットリブニットロングワンピース、カラーがチャコール S サイズ2099円です。正式な着方はこのスクエアネックがフロントになっているものなんですけど、私は逆に着たいなと思ってます。なんでかっていうとちょっとね胸元の開きが広かったっていうのと、この着方が可愛いなと思ってタグがねここについていないんですよ。なので逆で着てもチクチク感はなかったです。透け感で言うと生地が割と厚みがあるので色味も相まって透け感とかはなかったです。サイズ感で言うとこんな感じです。ストレート骨格の私が着るとやはり少しムチっと感は出てしまいます。特にお腹周りですね。お腹周りこれ暗いカラーだから大丈夫だろうなと思ったんですけど、お腹周りはやっぱり少しムチっと感があります。ただこれのいいところは腰回りの肉に関してはあまり目立たないなと思いました。丈感はこんな感じです。158センチの私でくるぶしより上あたりにあります。袖は結構長めの丈になってます。で着心地なんですけど、これもねチクチク感皆無だし、とにかく生地が柔らかいんですよ。なのでめちゃくちゃ着心地がいいです。カラーはチャコールって言ってるんですけど、グレーっていうよりもブラウンっぽいカラーになってます。どうして私がこれ今回このシーズンに欲しくなってしまったかっていうと、チョコレートを意識しました。2月ってバレンタインシーズンなので、バレンタイン当日じゃなくてもチョコレートカラーのものが身にまといたくなったりするので選びました。デザインでいうとこんな感じで足元スリットが入っているんですね。なのでフロントで着るとトゥームレイダーだったり、私が着ると女スパイみたいな感じになってしまうので、フロントで着るのは私としてはちょっと若い子向けなデザインな気がしまし
した。一緒につけているアクセサリーがリボンレザーヘアクリップ2点セットです。カラーがシルバー。なんでこれを買おうと思ったかっていうと、このワンピースに本当はフロントでこれ2個付きなんですけど、こうやって2点止めでつけたかったんですね。思ってたより大きくてちょっと2点止めだと変だなって思ったので、片側のみっていう付け方が可愛いかなと思ったので一つのみ付けました。デザインで言うとこんな感じです。なんか2024年のトレンドがシルバーらしいんですね。またさすがトレンドですよね。なんかトレンドって多分無意識に日常で目にしやすくなってるのかな。ウキウキするんですよね、シルバーを見ると。このシルバーなんですけど、少し光沢が強めです。もう少しマットカラーで小ぶりだったら良かったなって思います。ヘアクリップなしの雰囲気だとこんな感じです。かなり大人なシックな雰囲気になれます。シンプルなデザインなのでパールのチョーカーとかつけても可愛いかなと思います。続いてのアイテムはじゃじゃん、ワイドスリーブショート丈ニットトップス。カラーがネイビー、フリーサイズ1099円。ニットなので透け感が一番私は気になるんですけど、分厚いとはいえその編み目がこういうニットのように詰まっているわけではないので、見えてもいいようなインナーは必須だと思います。でサイズ感で言うと私ストレート骨格で一番首がね長くないのが一番のコンプレックスなんですけど、そんな私が着てもあんまり詰まって見えないような長さだったり開き方になってます。で丈感で言うと、私の骨格的にインするとかなりね華奢じゃない感がバレてしまうので、程よいショート丈使うなと思います。で袖部分の丈的には萌え袖にいかないくらいの丈感になってます。心地的には全くチクチク感はないです。むしろ分厚くて包まれてる感が心地よいです。デザインとしてはこの袖部分が広めな作りになっているので、フレアというかそこが女性らしいさを出すポイントだなと思いました。1個だけわかります？この着物じゃないですけど、こういう感じ。見た目では可愛いんですけど、例えばこれがまだ今の季節ヒートテック着たいじゃないですか。長袖のヒートテックを着ると丸見えで、それが見えるとめちゃくちゃダサいんですよ。なのでこれを着るときは長袖のヒートテックは我慢しなきゃいけないっていうところがデメリットだなと思いました。あと家事するともう絶対に無理だから着替える必要があります。カラーがネイビーって言われてるんですけど、どちらかというとロイヤルブルーに感じます。届いてみて思ったのは、それが春でもより着やすくなる明るさだなと思ったので、写真と違ったけど逆にそれがいいなと思いました。合わせて履いてるスカートはシャイニーバックスリットスカートシルバー S サイズ2399円です。これプチプラには全然見えなくないですか？マジで生地が本当に高級感あります。色でいう透け感具合は全然ないんですけど、生地が薄いので結構インナーのラインが出やすくなります。なのでこれを履くときはなるべくシームレスなインナーがおすすめです。サイズ感的にはちょっと小さめだなと思いました。ここにジッパーが左に入っているのと、後ろがゴムになってるんですけど、それでも結構これ着てる時にちょっとお腹いっぱい食べたら苦しいかもしれないっていうくらいのフィット感はあります。丈感で言うとこんな感じで158センチの私でくるぶし隠れるくらいで、着心地で言うと柔軟性が全くないんですよ。ただ後ろにスリットが入っているので、そのおかげで一応足は上げることができるんですけど、マックスでこのぐらいなので走るのは無理ですね。でデザインで言うとフロントがこんな感じで綺麗なんですよ。なので例えばちょっとインスタイルにするようなお洋服を着る時にもフロントが見せるような仕様になってます。ただ後ろから見るとなんだかちょっとお尻が大きく見えるなって感じました。はい、続いてのアイテムはこちらです。レースドッキング V ネックニットトップス。カラーがブルー M サイズ1299円。これめっちゃいい女感出ません？人を引きつけやすい、印象が良い、総合的に
いい女みたいな感じじゃないですか。透け感で言うとグレールよく買う人はわかると思うんですけど、よくあるやつです。グレールの結構毎回こういう薄手の詰まった生地で、触り心地も結構固めだけどチクチク感とかがあるわけじゃなく、洗濯とかしてもすぐに伸びちゃうような、そういう感じじゃない丈夫さのある硬さで、サイズ感で言うとこれも結構ぴっちりはしてます。ただインナーとかからはみ出てしまう肉感っていうのはそこまではないです。で丈感で言うとレースなしだと7分丈、レースありだと9分丈といった感じの丈になってます。全体的にグレールのニットってそこまでシワがつきにくいイメージがあるんですけど、これに関しては少しこのフリルの部分がシワシワになって届きました。開封した時気づかなかったのでアイロンできなくて綺麗な状態お見せできなかったんですけど、こういう感じの跡がついてます。柔軟性に関してはそこまで強くないです。着心地の良さをなくしてしまうほどの伸びの悪さではないです。でデザインで言うとこんな感じで、 V ネック部分の開きに関しては胸まで届かないので私的には許容なんですけど、人によっては大きめの開きに感じるかも。袖部分はなかなか複雑な作りになっていてデザイン性があります。3層になっていて、中がベーシックな袖、上にフリル、その上からニットのフリルになってます。それ以外で言うとベーシックです。合わせて履いているスカートはこちらです。ラメチェックツイードマーメイドスカートアイボリー S サイズ2399円。ずっとツイード素材のスカートグレールで履いていたんですけども、それが気に入りすぎてピンクを当時は購入したんですけど、ベーシックなホワイトだったりブラックも欲しいなと思っていたので今回を機に買いました。ツイードの生地はこんな感じで2399円とは思えないクオリティです。厚みもしっかりありますし、ツイードの素材感的にも毛玉だったりとかほつれだったりとかもパッと見じゃ見受けられないんですけど、本当に綺麗です。グレー、シルバー、ホワイト、いろんな素材がちゃんと合わさってるので綺麗なちゃんとしたツイードになってます。透け感で言うとホワイトなんですけど、日光に当たってもあんまり反対側が透けるっていうことはなかったです。生地的には膝下の裏地が1枚ついてます。形は、膝下からマーメイドになっています。で一番の特徴なんですけど、これウエスト部分がすごく細く見えるんですよ。なんでかっていうと、この約10センチぐらいの幅がベルトのようにキュッとコルセットのようにきつくぴっちりしているので細見え効果があります。その分骨盤からキュッと軽く盛り上がった感じに見えるので、女性らしいくびれを演出してくれるようなスカートです。着心地で言うと私の身長体重では少しきついですなんですけど、もう極限までスタイルをよく見せたい方にとってはこのスカートはマジで救世主で綺麗には見せてくれます。で柔軟性に関しては皆無です。全くないです。スリットがあるにはあるんですけど、これが限界ですね。はい、同じようなカラーになっちゃうんですけど、スクエアネックリブニットトップス、カラーがブルー S サイズ1099円になります。私ねこれのブラックを以前購入したんですけど、もう形とか醸し出す雰囲気が好きすぎて、もう春仕様ということで色違いを購入しちゃいました。カラーは明るめだし薄手なんですけど、透け感とかは特にないです。インナーは浮きます。なのでシームレスのインナー必須です。でサイズ感で言うとぴったりめ、そしてこれに関しては今日購入したアイテムの中で一番肉々しさ出ます。なのでストレート骨格の方で痩せ型の人じゃない人は要注意かも。ウエスト部分の丈はこんな感じです。インしやすいです。袖の丈感で言うとこんな感じです。スマートな感じで着こなせる丈感です。デザインで言うとスクエアネックではあるんですけど、裏紐が見えてしまうのでストラップレスもしくはクリア素材のもの、もしくは横に隠しちゃうっていう感じの着方がいいです。そうかなりね広めですね。でもなんだろう、個体差あるかもって思っちゃいました。前のブラックの時はここまで開きが大きくなかった気がするんですよね。こう
もちょっとこのぐらいの控えめな感じだったんですよね。なので、そこだけちょっとマイナスポイントだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。さっきのトップスとちょっとデジャブ感ありますね。5センチぐらいのニットの感覚でできてます。これ今気づいたんですけど、このスカートめちゃくちゃチクチクします。なのでインスタイルじゃない時は気をつけてください。中ね、キャミソールだったりとかペチコートとかを着るのがおすすめです。ラッフルアシンメトリーパールボタンブラウス、カラーがオフホワイト、フリーサイズ1799円です。シフォン系の生地なんですけど、かなり透け感があります。なので私はがっつりもう長袖ラウンドネックのインナーを中に着ています。でサイズ感で言うとかなりゆったりめな作りになっています。個人的にはこんな感じでインして着るスタイルが可愛いなと思いました。着心地もね、これ見てください。もうとろけるようなふわふわした素材感なんですよ。もうこれ指で撫でてる時のこの手のひらの触り心地までもが気持ちいいんです。コットンっぽい感じの生地なので柔軟性は全くないです。ゴムになってる箇所も特にないです。デザインで言うともうこれデザインがすごく素敵なんですよ。一番目立つのがこのフリルなんですけど、スマートにカジュアルな雰囲気に見えるのはこの襟元のおかげなんだと思うんですけど、こんな感じで斜めにボタンが留められるようになっていて、ネック部分はもうパキッとスマートシンプルなデザインになっているんですよ。なのでこのバランスがもう絶妙に可愛いなと思ったので買ってみたんですけど、実際に着てみてもやっぱり可愛かったです。でボタンはこんな感じでパールのボタンになっています。袖の裾部分もパールで留めてあります。これ皆さんヒートテック長袖着るのはいいんですけど見えないように気をつけてください。最後のアイテム、終始ずっと履いていたこのバルキーなブーツなんですけど、センターシームレザーミドル丈ブーツ、カラーがブラック、23センチの2599円です。だいたい私 22.5 か23センチなんですけど、これはかなり大きめの作りだったなと思います。0.5 くらい小さめのサイズを選んでもいいかもです。でどうして私がきれいめが好きなのにこんなごついブーツを買ったかというと、基本的にブーツって夏以外はもうかなり需要高いじゃないですか。なのでブーツ年中履きたいんですけど、やっぱりきれいめのブーツって長時間歩けないかといってスニーカーを履きたくない。そんな時にこういった厚底のブーツだとやっぱすごい歩きやすさを感じるし、見た目はブーツなのでグレールに良さそうなものがあったので買ってみました。ただ届いてみた感じで言うと思ったよりもごつかったですね。横幅がこれ iPhone14 センチなんですけど10センチぐらいの幅があります。ただこのレザーのこの部分がもう柔らかすぎてめちゃくちゃ履き心地が良かったです。ただグレール確かね毎回そうかわからないんですけど結構サイズ交換してもらったことが過去にあるので、これもできたら交換しようかなと思ってます。デザインの説明をすると、縫い目がセンターに入っていてまるでミュールのようなパンプスのような箇所にこんな感じで縫い目が入っています。でジッパーも割とスムーズです。ここのステッチがギザギザになっています。でレザーの光沢感でいうと画面越しだと光沢感強めに見えるんですけどマットな光沢になってます。ソール部分はこんな感じでなんかワッフルの横のみみたいな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はグレール購入品の紹介でした。完全に今回は私の最近のなりたい女性像として、爽やかだけど甘さも兼ね備えたそんな女性になりたいっていう思いで装備を整えようと今季一式購入したんですけど、ちょっとでも皆さんの好みだったり需要に合っていた動画になってたら嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。サロンデュショコラの抽選外れたー。つらい。みんないけた？